こんにちは、ミッキーです。今回は東京の最強ファストフード11選として動画を作成させていただきました。皆さんも急にファストフードが食べたくなるなんて時があるかと思うんですけども、これから暖かくなる季節だからこそテイクアウトができるファストフードを確認していただいて、ぜひ買い物の合間やお散歩のお供としてご活用いただきたいなと思っています。今回ハンバーガーを中心にご紹介しますけれども、他にも注目のホットドッグ店とか韓国初のバーガーなんかもご紹介できればと思いますので、そのあたりを参考にしていただきたいと思っています。特に今回東京のとさせていただいています通り、東京だからこそ楽しめるお店もいくつかありますので、東京に遊びに来られる方なんかはこの動画を参考にしていただいて、1日分はファーストフードを楽しんでいただくというのもありかもしれないです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、中目黒にありますスクーカムホットドッグダイナーさんでございます。こちらは2021年の10月にオープンしたばかりのお店でございまして、とても注目の店舗になっています。自家製のソーセージが自慢の日本初のグルメドッグ専門店になっていまして、駒沢公園の近くにあります AS クラシックダイナーの元店長の方が独立して開いたお店だということでございます。以前に中目黒のカフェを特集しておりまして、こちらはアメージングコーヒーさんの向かいにあるお店になっています。目黒川沿いから一本道を入ったところにあるお店になってますので、結構隠れ家的にも楽しむことができるスポットかなと思っています。この日も土日に訪れたんですけれども、こんな感じで比較的空いてる感じで入ることができました。ただですね、こちらは3時頃に伺ったものになっていまして、昼間になるともしかすると結構混んでしまうかもしれないので、ぜひこの動画を見ていただいた方は少し早めに来ていただくか、ちょっと遅めに来ていただくかという形で混まない時間を選んでいただくのがいいかなと思っています。こんな感じで多様なメニューが用意されているんですけれども、ホットドッグといえばアメリカの代表的なジャンクフードだと思っていまして、ジャンクフードは軽く食べるイメージかと思うんですけども、こちらのお店では食事としてもしっかりと満足できるようなバランスを目指してホットドッグを作られているということでございます。こちらはこの日にいただいたソフトドリンクなんですけれども、ドクターペッパーやジンジャーエール、結構辛めなものもいただけますので、ファストフード好きにはたまらないかなと思っています。あとこちらのオニオンリングですね。オニオンリングも結構ダイナミックな感じでいただくこともできますし、サクサクでとても美味しいので、ぜひホットドッグの友として注文していただきたいと思っています。で、こちらで提供されている自慢の自家製ソーセージは添加物保存料を一切使っていないということでございまして、毎日店内で製造を行っているということでございました。なので出来たてのソーセージがいつでも楽しめて、ホットドッグとしていただくことができるということでございます。この日は今映していますチリドッグに加えて、奥側に映していますスクーカムドッグをいただいてみました。このチリドッグ結構ピリ辛で辛いものが苦手な方は少し厳しいかもしれないんですけども、辛いもの好きな方はとてもおすすめだなと思ってますし、私も結構辛いの苦手な方なんですけども、以前に名古屋の味仙さんに伺った時と同じく辛いんだけどなぜか不思議と食べれてしまうような、そういった美味しいホットドッグになってたかなと思っています。こちらはボリューム満点のスクーカムドッグなんですけれども、このアボカドの感じですとかソースとかトッピングされたオニオンとか、このバランスがとても素晴らしくて良かったなと思ってます。切っていただくとこちら具がたっぷりで断面とかもとても美しく撮れますので、ぜひ写真に収めていただきたいなと思っています。エースクラシックスダイナーさん同様、食べログ100名店に選ばれる日もそう遠くはないのかなと思っています。さて、せっかくスクーカムさんをご紹介させていただいたので、 AS クラシックダイナーさんも過去の私がまだ YouTube を始める前の時の素材を使ってうまく作ってみました。ちょっとですね、まだ動画の撮り方とかが下手くそなのでご了承いただきたいんですけども、こちら AS クラシックダイナーさんは駒沢大学駅にあるお店になっています。都立大学駅からも歩いていただくことができますので、皆さんのアクセスしやすい路線を選んで訪れてほしいなと思っています。こちらは駒沢公園近くの住宅街に佇むハンバーガー店になっていまして、地域の方にとっての日常の台所として気軽にご来店いただくことができるような食堂、ダイナーとして長くお付き合いいただくことが目標だったオーナーの方が、あえてアクセスの悪いロードサイドの地を選んだということでございます。こんな感じで店内入っていただくと、まさにアメリカンダイナーというイメージたっぷりの空間になってたかなと思っています。武骨で大雑把なジャンクフードのイメージしかないアメリカンフードですけれども、食材を一から作り上げる手法によってここでしか味わえない味を作り上げることに成功したということでございます。パティの研究にとても長い時間をかけたということでございまして、このようにダイナミックなハンバーガーをいただくことができますので、ぜひハンバーガー好きな方はこちら一度は訪れてほしいなと思っています。続いてご紹介しますのはこちらのビレッジヴァンガードダイナーさんでございます。
ビレッジヴァンガードというとですね、結構やっぱ雑貨屋さんのイメージが強いかと思うんですが、このビレッジヴァンガードダイナーさんの提供されるハンバーガーはとても美味しいので、ぜひこの吉祥寺で試していただきたいなと思ってます。で、この看板にもあります通り、食べログ100名店のハンバーガーにも選出されているということなので、ぜひですね、その本格的な味わいは、必見だなという感じですね。で、このビレッジヴァンガードダイナーに関しましては、とあるビレッジヴァンガードの店長さんが食と本の融合という独自のスタイルで立ち上げたハンバーガー店だということですね。で、イメージはニューオーリンズのジャズバーだということで、大人の隠れ家のような雰囲気が漂っています。後でちょっと写真とか映像でもご紹介するんですが、バンドの楽器とかも、ブラスバンドの楽器とかも飾られていますね。で、料理人とともに研究された絶品バーガーが特徴だということで、結構バーガーの種類もたくさんありましたので、お好みのスタイルで楽しんでいただくととてもいいかなと思っています。はい、でカウンターもありますし、テーブル席もありますので、一人でも楽しめるし、お友達と来ても楽しむことができるかなといった感じですね。こちらが先ほど紹介したブラスバンドの楽器でございます。で、この日はラム&ビーフレッドチェダーチーズシングルでいただいたのと、あとはオーガニックコーヒー L サイズをいただきました。で、シングルでこのサイズなので、ダブルにするととても大きいサイズになるのかなといった感じですね。そちらに関しては本当にアメリカンスタイルなので、食に自信がある方が試していただくのがとてもいいかなと思ってます。続いては立川からアンダーザカスケードさんをご紹介します。こちらは立川のグリーンスプリングスというところにありまして、グリーンスプリングスさんの様子は以前の立川編第1弾第2弾の動画でご紹介してますので、気になる方はそちらをチェックしていただきたいなと思っています。こちら先ほど入り口の様子と今店内の様子を映してるんですけども、この店内のコンテナがめちゃくちゃダイナミックでストリート感あふれるアメリカンな空間になっています。このミラーボールとかお店の中を流れている音楽の感じとかもアメリカンな雰囲気が統一されていて、その辺もいいところだなと思っています。さらにこういった形でハンバーガーを作られている厨房の様子なんかも見ることができますので、このハンバーガーの香りも相まってとても食欲をそそられるような空間になっていました。レジ付近にあるミュージックコンポなんかもこのアメリカンな雰囲気を盛り立ててくれてるなといったこだわりの空間になっているかなといった形でございます。今申し上げたように音楽系のイメージが店内にも含まれていますのは、実はですね、音楽イベントの開催もこの店内でやられているということでございますので、そういったところが反映されているのかなと思っています。こんな感じで店内空いてる時なんかゆったりと楽しむことができまして、これはちょうど夕方ぐらいに訪れた様子ですので、昼間はめちゃくちゃ混むんですけれども、夕方とか夕飯の前とかだと結構落ち着いて楽しむことができるかなと思っています。で、こちらはソファー席はもちろんですけれども、テラス席も完備していまして、お好みのスタイルで楽しむことができるかなと思っています。冬の寒い時期なんかは店内のソファー席でゆったりと楽しむのがいいかなと思うんですけれども、だんだん暖かくなってきた今後の季節には外のテラス席で楽しんでいただくというのがとてもいいかなと思っています。こんな感じでハンバーガー以外にもサラダプレートとか肉のメニューとか、あとはチキンオーバーライスなんかも楽しむことができますので、アメリカンメニューが一通り楽しめるかなと思っています。あとはパンケーキなどのスイーツメニューもありますので、ハンバーガーを食べるようなランチタイムじゃなくてカフェタイムにも利用できるかなと思っています。あとコーヒーも結構美味しくて、他にもアルコールメニューですとか、あとはジュースとかもとても美味しいので、ぜひお好みのドリンクとお好みのフードを合わせて楽しんでいただきたいなと思っています。そしてこの日はアボカドチーズバーガーを注文したんですけど、めちゃくちゃダイナミックで、特に高さがとてもすごいですよね。バンズがふわふわになっていまして、このレタスとパテとこのダイナミックさが伝わってくれるかなと思ってます。あとはフレンチフライもハンバーガーを頼むとついてきますので、セットにしなくてもこの辺は一緒に楽しむことができるというお得ぶりでございます。サラダもついていましたね。結構食べるのが難しいなといった印象でございますけれども、バーガーを食べる時の袋も提供してくれますので、その辺を組み合わせてうまく食べてほしいなと思っています。で、こちらは夕方に訪れたちょっとゆったりと楽しんだ時の映像になってるんですけども、この日はクラシックバーガーとカフェラテをいただいてみました。クラシックバーガーはこんな感じで高さこそないんですけれども、甘みのあるソースが濃厚で噛み応えがあるパテがとても最高だったといった形でございます。グリーンスプリングスの施設内はおすすめなカフェもたくさんありますので、ハンバーガーの後はぜひそちらも楽しんでみていただければと思います。続いてご紹介しますのはこちらのブルースターバーガーさんでございます。東京から世界へイノベーションを起こすをコンセプトにしたハンバーガーストアでございまして、こちら立川店は2021年の12月にオープンしたばかりだということでございます。年明けの1月には渋谷にもオープンして、こちらのブルースターバーガーさん非常に勢いあって日本全国に展開され始めているのかなといった印象でございます。
パティになって冷凍せずお店に届く生の牛肉 100% のチルドパティを使用しているところが特徴になっていまして、オーダー後から一枚一枚手焼きで提供していただけるというところです。で、今店頭のところで注文をタッチパネルでしているんですけども、こういったセルフレジはもちろんのこと、アプリでオーダーすることもできたりというところで、この IT 化を推進しているからこそこだわりが詰まったハンバーガーを低価格でいただけるというところでございます。こんな感じでドリンクも選ぶことができて、あとはソースとかピクルスとかのカスタマイズも自分で選択することができます。で、私この日は自家製レモネードを頼んだんですけれども、一番おすすめになっているドリンクである自家製レモネードはプラス40円でいただくことができますので、その点はちょっと料金に注意していただければなと思っています。さらにこちらのお店は35種類以上の素材を店内でブレンドしたオリジナルソースをかけていただくことができますので、そのオリジナルソースが肉本来のジューシーな旨味と柔らかさを作り出しているチルドパティに加えられて、最高の味を作り出してくれているという形でございます。で、こんな感じで店内ちょっと待っていただくと、実際に料理されているような様子とかピックアップまでの様子とかを見ることもできまして、これまさにアメリカンダイナーな雰囲気をしっかりと楽しむことができるかなと思っています。で、こちらのお店では優れた顧客体験を実現できたサービスやプロダクトを表彰する CX アワード2021にも選出されたということでございますので、そのあたりの接客にもとても注目になっています。で、この日は私はブルースターバーガーのドリポテセットをいただくことにしました。この日は1段のハンバーガーでいただいたんですけれども、こちらのお店は2段3段とパティを積み上げていただくボリューミーなセットが一番目玉だということでございますので、胃袋に自信がある方なんかはボリューミーな段階で頼んでいただきたいなと思っています。最高は4枚重ねだということでございますので、自信ある方はチャレンジしてみてください。続いては町田から一風変わった韓国スタイルのファストフードをご紹介していきます。こちらは韓国で人気のエッグトースト専門店テグ42でございます。こう書いてテグ42と読むんですけども、こちらの店はもともと渋谷でオープンしたお店なんですけれども、町田にも2020年の8月に3号店としてオープンしたとても新しいお店になってますね。こちらのお店では新大久保イケメン通りの人気カフェであるオーバーマカロンの韓国マカロントゥンカロンも販売されているということで、そこもとてもおすすめできるポイントになっています。さらにすこぶる動くウサギという人気キャラクターのイラストを添えつつ、こんな感じでオーバーマカロンさんがトゥンカロンの説明もされていますので、ぜひこの辺りも確認していただいて楽しんでいただくといいかなと思います。見た目だけでもとても楽しめるかなと思いまして、味も非常に豊富なので、それこそこちらギフトに買っていただくのも非常にいいかなと思いますし、結構テイクアウトでエッグトースト含め頼まれている方も多かったのかなという印象なので、店内でいただくのもいいですし、テイクアウトしていただくと、幅広いスタイルで楽しんでいただくことができそうですね。たくさん種類があるので非常に悩まれるかと思いますけれども、一つ一つ丁寧に説明も書かれていますので、そのあたりを参考に自分のお好みのトゥンカロンを探していただくのもいいかなと思いますね。私もせっかくの機会なのでこちらのアールグレイ味をいただいてみました。マカロンは食べたことあるんですけども、トゥンカロンは初めてだったので、なんか新鮮な味わいだなと思いましたね。で、こちらはこの日にいただいた、この日にいただこうともともと思っていたダブルチーズベーコンのエッグトーストですね。結構やっぱボリューミーで、このピリ辛なソースもとても特徴的で美味しかったんですね。いろんな味がありましたので、ぜひお友達と別の味を頼んでいただいてシェアしていただくといった形もいいのかなと思いますね。続いては東京国際フォーラムからご紹介しますこちらのシェイクシャックでございます。東京にお住まいの方はシェイクシャックも相当馴染み深いようなお店になってきたかなと思いますね。割と7軒ぐらいですかね、東京には今店舗がありますが、まだまだ大阪とか横浜とかには1店舗2店舗ぐらいが進出したばかりだということで、特にですね東京に来た方なんかは東京駅から近いこちらのお店使っていただくのがとても便利かなと思ってます。で、こちらの東京国際フォーラム店のシェイクシャックの魅力は外側の席もたくさんありますのと、あとは東京国際フォーラム自体にも結構座って軽く食べられるようなスペースがあったりするので、すごい使い勝手がいいようなお店かなと思ってます。また店内の席も結構たくさんありますので、本当に使い勝手がいいという言葉が適切かなと思ってます。先ほど冒頭で申し上げたように、東京国際フォーラムでのイベントの時なんかにはすごい混むんですよね。そんな時にこちらでテイクアウトして食べていただくなんていう手段も選ぶことができますし、早めにここの席を確保することができれば待ち時間の間もここで潰すことができてとてもいいかなと思っています。そしてこちらのシェイクシャックは国内では3号店としてオープンしたお店になっていまして、この都心にありながら天井の高いガラス張りの空間がとても魅力的ですよね。
で特にこのシェイクシャックのハンバーガーはアメリカ人が行列を作るハンバーガー店としてとても有名だということで、今手元で写していましたシェイクもとても好評ですし、あとはこちらのおしゃれな箱に入れていただくハンバーガーがとてもいいですよね。このサイズのハンバーガーにこんなに大きい箱をくれるのっていうのは結構私も不思議に思ってるんですけど、これもランチ時にですね、職場からちょっと買ってあんま時間がない時とかにテイクアウトいただくことが多いかなと思ってます。この時はこの季節限定のバーガーをいただいたのと、あと別の日にはこちらのレギュラーサイズのシャックバーガーをいただきましたという形です。コーヒーもちなみにとても美味しいです。ただいまご紹介しましたシェイクシャックは有楽町駅にありまして、東京駅の八重洲側にあるお店なんですけども、また少し歩いていただいて八重洲の地下に潜っていただくと、こんな感じでバビーズ八重地下さんというところがあります。こちらはアメリカに来たような気分が味わえるインテリアが自慢になっていまして、テイクアウトコーナーもありますので、お勤めの方なんかもご利用できるかなといった感じです。こちらはサービスオブザイヤー2020受賞のニューヨーク初の名店になっています。でさらにこのバビーズさんはこの八重洲以外にもですね、たくさんお店がありまして、その辺でも楽しむことができるんですけども、特にこの八重地下さん、バビーズ八重地下さんがおすすめできるのでご紹介させていただいているという形でございます。でこのバビーズという言葉はおばあちゃんという意味でございまして、どこか懐かしい味を原点としたホット安らぐ美味しさを提供していただけるということでございます。でこちらのお店はオーナーがアメリカ各地で家庭のレシピを集めてメニューに落とし込んでいるということでございますので、まさにこのアメリカスタイルを料理からも雰囲気からも楽しむことができるところがポイントになっているかなと思っています。でこんな感じでハンバーガーが基本的におすすめできるポイントになってるんですけども、ハンバーガー以外にもエッグベネディクトですとかパンケーキですとか、あとはローストチキンなんかもクリスマスの時期には楽しむことができましたので、アメリカ料理を楽しみたいという時にはぜひここに訪れてほしいなと思っています。そしてこちらがこの日にいただきましたバビーズバーガーと、あとはオーガニックコーヒーでございます。でこのバビーズバーガー含め様々なメニューに共通する部分なんですけども、こちらで提供していただくメニューの素材自体も生産者から独自ルートで仕入れているということでございますので、その辺もこだわりにこだわったメニューになっているのかなといった形でございます。続いてご紹介しますのはこちらの友安製作所カフェさんでございます。こちらは浅草橋から 2,3 分歩いたところにあるカフェでございまして、総武線や都営浅草線がある浅草橋駅が最寄りになります。こちらのお店、私は普段インスタグラムとか食べログとかインターネットで情報収集することが多いんですけども、こちらはたまたま見たアドマチック天国の浅草蔵前特集のところで見たお店でございまして、こんなお店があってこんなにおしゃれなお店があったんだなんてことをすごい感動して、ぜひ行きたいなというふうにチェックしたお店でございます。なかなかテレビ見ることはないんですけども、こういった街の発見とか取材の方法とかやっぱテレビにいるととても参考になるなと思いますよね。でこちらは私自身も近々引っ越しをしようというふうに考えているので、こういった DIY とかインテリアとか参考になるものがたくさん多くて、ついつい長居してしまったんですけれども、こちらのお店はインテリアと DIY とカフェの複合型カフェになっているのがとても特徴的になっています。この店内自体にカフェ作りをもしされたいなんていうふうに考えている方もそうですし、私のような引っ越しを考えている方もそうですし、内装のヒントがたくさんありますので、特に建築学生の方なんかもそういったデザインの書籍コーナーを設けているということもありまして、その辺が参考になるかなとも思っています。で DIY スペースもありますので、その辺でまた勉強というか、試行錯誤していただくのもとてもいいかなという形です。こんな感じで本当にカーテンレール含め、あとはそのスイッチのパネルとか電飾もそうですよね。他にも本当にたくさんのインテリアがありますので、ぜひいろいろと参考にしていただきたいなと思っています。こんな感じで食べるスペースもしっかりあるので、割と何人かで来ても、しっかりと楽しむことができるかもしれないですね。でこんな感じで2階のスペースもありまして、2階には落ち着いてサンプルを眺めるスペースとかもありますので、ここもしかしたらご飯食べれるのかもしれないですね。ちょっと確認してないのでよくわからないんですけども、私は1階で、ご飯をいただきました。でこちらがライトですよね。一個一個見てるだけでも、どのライトが家に合うかなとか、どの壁紙がいいかなとか、とてもいろいろ考えられるようなスペースになっていますね。でもこのお店自体がやっぱり上から眺めてもとてもおしゃれで素敵ですよね。はい、でこんな感じで他にもいろいろと見どころはありますので、
おそらくお店の方も結構詳しいと思いますので、ぜひ具体的な目的があったりとか買いたいものがある場合にはお店の方に相談していただくのがいいかなと思います。そしてこの日いただきましたのはチーズアボカドバーガーセットと、あとカフェラテでございます。ドリンクは別になりますが、バーガーセットにしていただくとサラダとポテトとスープがつきますので、お得に楽しんでいただきたいと思ってます。実はハンバーガー以外にもタコライスなどのメニューやアラカルトメニューもありますので、そのあたりを楽しんでいただくのもとてもおすすめです。ぜひお友達と一緒にこちらのインテリア眺めるのと一緒にご飯と、あとはこういったドリンク楽しんでいただきたいと思います。続いてご紹介しますのは JS バーガーズカフェさんでございます。こちらも結構穴場的なカフェになってるんですけども、 JS つまりアパレルブランドのジャーナルスタンダードが提案し続けて、2020年に創業20周年を迎える大人気のハンバーガーショップになっています。でこちらのお店はですね、まさにハンバーガーが一番注目になっていまして、アメリカンスタイルな店内空間の中で食のトレンドを凝縮したバーガーをいただくことができます。でこちらの提供するバーガーはアメリカ産 100% の牛肉と、あとは日本ならではの素材を組み合わせたのが特徴的だということで、近頃のハンバーガーブームあるかと思うんですけども、その中でも差別化が図られるような場所なのかなと思ってます。で店内も結構広々としていまして、私も割とですね10年前ぐらいからちょこちょこ訪れてるんですけども、結構座れないことがないなと思ってるので、まさに穴場的なカフェで使えるかなと思ってます。でハンバーガーがもちろんメインにはなるんですけども、他にもビールをいただけたりとかコーヒーとかも美味しいので、ぜひ試してみてほしいなと思ってます。そしてこちらがこの日にいただきました JS バーガーセットでございます。ポテトとドリンクをつけてという感じなんですけども、非常にボリューミーで美味しいバーガーがいただくことができますので、ぜひですねお腹が空いた時なんかはぜひ試してみてください。なんといってもこのジューシーな肉がとてもいいですよね。であとは他にも先ほど申し上げたようなビールとかも一緒に飲んでいただくといいかもしれないです。そして最後にご紹介しますのはこちらの CBC さんでございます。表参道にあるおしゃれなカフェでございまして、こちらは2020年の9月にできたばかりの比較的新しいお店になっています。雰囲気あふれる店内空間は文字通り隠れ家と言えるようなカフェ&レストランでありまして、コーヒーも本格的なものを味わうことができますし、この空間自体はとてもおしゃれでテイクアウトでもいただくことができますので、多様な用途で使うことができるかなと思っています。こんな感じでテラス席もありますので、冬の寒い時期なんかにもご利用いただくことができますし、夏の季節なんかにはアイスコーヒーとか、あと後でご紹介するようなハンバーガーと合わせて楽しんでいただくのがとてもいいかなと思っています。今こちらちょっと見えにくいかもしれないんですけど、映していましたのは隠し扉になっていまして、この隠し扉を通っていただくとこういったまた違った雰囲気の店内が広がっているという形でございます。 CBC という名前はコーヒー、ビーフステーク、カルネバーレの略称でございまして、仕立てのコーヒー、先ほどご紹介したコーヒーとハンバーガーやステーキなどの肉料理が楽しめるということが名前の由来になっているということでございました。ちょっと見えるかもしれないんですけれども、キンタンという文字がいくつかありまして、まさに絶品焼肉で有名なキンタンが提供しているということでございまして、肉料理の味は間違いないかなと思っています。お店の中の雰囲気もとてもおしゃれですし、お店の方の接客もとても丁寧で素敵なので、デートとか特別な人との会食とかに使っていただくというのにもとてもお勧めできるような場所になっています。そしてこちらがこの日にいただきました CBC バーガーセット、あとはトゥデイズコーヒーの南青山ブレンドでございます。コーヒーも1杯500円でいただくことができますので、スペシャルティーコーヒーにしてはリーズナブルな値段でいただけるのかなと思っています。で基本的にはエスプレッソ系のドリンクになりますので、こちらもアメリカーノでいただけるということでございます。こんな感じで二重のカップにしていただけるような心遣いもありますし、あとはスターバックスのようにメッセージなんかも入れていただくことができました。であとはもう何といってもこちらのハンバーガーですよね。ボリューミーで非常に美味しいので、ぜひ試してみてください。以上、今回は東京からおすすめのファストフード店を11店舗ご紹介させていただきました。いくつか都道府県巡っている中でも、東京の名産ってなんだろうっていうふうに私の中でも考えたんですけども、結構ファストフードは東京で楽しめるようなメインメニューになっているかなと思っています。ぜひ今回ご紹介した11店舗の中で気に入った店舗などありましたら足を運んでいただいて、テイクアウトでもお店の中でも楽しんでいただきたいなと思っています。他にもファストフードのお店、皆さんの方でもおすすめがありましたら、ぜひコメント欄の方で教えていただきたいなと思っています。このチャンネルでは他にもカフェのご紹介や都道府県を巡った時の旅行動画なんかも載せていますので、ぜひそのあたりも確認していただいて動画を楽しんでいただきたいなと思っています。だんだん暖かくなってくるかと思いますので、ぜひ素敵な休日を過ごしてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。